急に渋谷に呼び出して、KTB でも収めてるじゃん、自分のその背景とかさ、バックボーンとか好きなものとか。だから紐づきやすいのかもしれないね。ますか。はい、行きましょう。見てくれ。前からあったっけ？オープンしたばっかって感じじゃない？おタバコ吸えんじゃん。ここにします。全然いいよ。BGM がすごいと思う。ここだったら聞こえないんじゃない？改めてお疲れ。すいません。いい。すいません、僕のミスでレックされておらず。大丈夫です。仕切り直しで。なんか渋谷のね、歩いてたらそうだね。見つかったというか。また使うかもね。なんだかんだ。このロケーションだったらね。ちょっとこう渋谷の郊外って言ったら変だけど離れてるところだし。串揚げ屋さんですかね。そうだね。お名前が串猿さんかな。俺とマーシーは今掘ったて小屋みたいな隔離スペースで飲んでます個室とよく言えば個室というかね。そうですね。まあちょっとタバコが吸えるからそうですそうです。ちょ特急で入った感じする。そうです。まあ揚げたていただいていきましょうか。こんな感じです。キスだね。串揚げ来たらいつも頼んじゃうキス。グレースねそのくだりはまんまやったけどうまいうまい。で紅生姜チョリソーとかなんか赤ウインナー。ウインナー、これチョリソーだと思うのインスピレーションで、セレクトショップのお二人オーナーさん、いらっしゃってたじゃないですか、外国の。来てたね。その方とはその後連絡は取ってるんですか？E メールとかファッツアップとかで連絡取ってる。結構こう気に入ってくれてすごいっすよね。ちょうどやり取りしてるんだけど、展開してくれると思う。すごいっすね。初海外。で俺のこう好きなものとかお互いのその好きなものとかそういうコミュニケーションがもともとできてる人なのね。だからこうもともとちょっと顔見知りだったんですよ。そう。でもインスピレーションで別に会う約束はしてなくて、たまたまいらっしゃってて、で兄貴もたまたまモンスターズとして参加してて、すごいっすよね。彼はすごいこうアグレッシブなファウンダーなのね。で東京のストリートのブランドとかレーベルとかにすごく興味があってそういうのが好きなの。だからそういうのまあでもインスピレーションはすごいそのファーストラストだけが並んでるっていうよりも、やっぱ古着があってファーストラストも並んでるからファーストラストのそのイメージがすごいつきやすいのかもしれないですね。KTB でも収めてるじゃん、自分のその背景とかさバックボーンとか好きなものとか。だから紐づきやすいのかもしれないね。自分ももしお店やるんだったらそうだな、ファーストラストありきでやっぱり古着っていう部分もちょっとこう見せたいから、なんかこうそれにこう近しいなんかこうラインナップはあの場でちょっとこう見せられたのかもしれないね。本当俺も何年ぶりに会ったかなってぐらい久しぶりだったから、三木田さんに呼ばれて誰だと思って「今日こっちへ行こう」っつって、そしたらそうアーセンっていうオーナーでさ「おお久しぶり」っつってでうちのブース見てくれて、本当好きじゃなかったらあんなコアな場に来ないからさやっぱそういう古着のねヴィンテージのカルチャーも好きだろうし、アンテナが高いね。まあもちろん今取り扱ってるブランドさんの展示会がこの時期にあったっていうのもそれはすごかったですね。だから
あれだと思うけどね。ちらっと兄貴が、うん、まあ出していいのかあれなんですけど、新作でうん、指輪をなんか指輪のお話してたじゃないですか。あれでしょ、俺がファーストラストのカスタマーさんに説明してるのとか見てくれてたんでしょ。今期来期年末年明けローンチかな。もちろんもうほらサンプルは1個作ってて今石入りを構成してるから、これあれね、もすごいですよね、そのトライバル。うん、トライバルね、ファーストライバルのレザーパンツとか、前フライトジャケット MA1 でさトライバルのグラフィック使ったんだけど、やっぱ 90s をレップしていく上で自分の中ではそのトライバルとかピンストライプって絶対外せなくて、そのトライバルを使ってスカルのフェイス、なおかつ自分たちのこうスプレッドワードワンラブっていうのを表現してるのがファーストラスのスカルリングなんだよね。ギルバート・グレイブっていう自分が作った造語なんだけど、From the Cradle to the Grave のグレイブを使ったりしてるんだけど、まあこれです。ヘッドにワン、あとトゥースの部分にラブっていうのをトライバルで表現してる。これはで、これはプレーンなタイプで、片目にダイヤモンドとブラックダイヤモンド、その3タイプ展開を予定している。まあ詳細は別途。そうだね、ベースはシルバーの無垢で作っていて、で今ね、18金トライしてるっていう感じ。すごっ。これほら結構ちょこちょこ来てくれたじゃん、うちのブースに、ファーストラスのカスタマーさん、そういう方にはねできる限りお見せするようにしてたんだよね。これは本当いいのできたなって感じ。これもだってそのデザイン自体は、ある文字をトライバルにしてるわけじゃないですか。それって兄貴が実際に絵に描いてきたりちょっと表したりしてるんです。もちろん平面はそうだね。平面でイメージは自分でこう鉛筆なり紙でこう描いたりしたりするんですよ。そうだね、インスピレーションソースはそんな感じ。必ずその影響を受ける何かしらっていうのはあるから、知りたい方がもしねいらっしゃるのであればまあでも点と点がさこう線になるって結構面白いから楽しんでもらえるかもしれないね。まあリスナーの方にもねお話できたらいい。まあちょっとインスピレーションでね、その指輪が出てきたんで突っ込ませてもらいました。ありがとう。ありがとうございます。何かをやるっていう形態じゃなかったから、やっぱりその自分がゆかりのある高円寺の仲間たちと共にモンスターズインクっていうチームを編成して、その中で何が表現できるかっていうのを頭でトライアルじゃないけど、まあ、トライアル&エラーっていう感じでアウトプットして、その反応を見れたっていうのが一番楽しかった。若い世代、これからを担う若い世代の10代の子たちとかさ、やっぱこう自分の私物の古着だったり古着だったりを見てキャッキャしててさ、これからを担うジェネレーション、そういうのがすげえ楽しかった。だけど決してさ安いもんじゃないわけよ。自分たちのブースといえばもうある程度時間がついちゃってるんだけど、それを頑張って買おうとしてる、そういうこう姿、様子っていうかさ、なんか懐かしいこれって10代のことのセッションってあんまりないじゃん。ないんだよ俺は。でもあれをこう主催してオーガナイズしてくれた凛太郎さんにやっぱそういう部分は本当感謝だね。もちろん友人知人諸先輩方、ね、久々にお会いできた方もいるけれども、なんかやっぱそこかな、次世代というかヤングジェネレーションとの。だって、下手したら一回り以上違いますもんね。全然子供でも、おかしくないですよね。僕も感じましたそれ。ほらリンさんの計らいでエントランスっていうかもうフリーだったじゃん10代の子は。
あ、そうなんですか。そうそう、フリーなの入場。へえ。岡ちゃんとも話してたんだけどさ、そのやるからには売り上げっていうかさ、売れなきゃ始まらないしあれなんだけど、やっぱり商売そんなしてなかったんだよね、ぶっちゃけ。だけどそういった中でも頑張って買いたいとか欲しいとかさ、そういう姿を見れてやっぱすごい嬉しかったね。言ったもん、安くないんだぞって、決して高いよってそれでも買おうとするというかさ、そういうとこがやっぱこう自分としてはフィードバックというかさ、嬉しかったことかな、楽しかったことだったりするかな。周り見渡せばもう全員先輩みたいなさ方たちが